はい、どうもこんにちは。ファスターレーシングの慶野です。ですね、今回の動画はですね、RS12 のストリートレビュー動画になります。で、これがね、ちょっと峠と市街地走ってきたんですけど、第一印象はね、すごい面白いタイヤですよ。どう面白いかっていうと、まずその RS シリーズ10から辿っていったら、もう出しゃばりのタイヤだったんですよね。もう倒れようとするようなタイヤだったんで、ツーリングとかね、ちょっと走るぐらいだったらすごい使いづらかったんですよ。 RS11 の時、ライダーに寄り添ってくれているようなタイヤだったんですよ。ライダーがね、倒れようとしない限りあんまり倒れようとしないんですよね。でもライダーがよし行くぞって言って倒そうとした時にすごいバシャーって倒れてくれるんですけどね。でも悪く言えばやっぱりちょっとレスポンスが遅れるわけなの。じゃあこの RS1212 はどういうタイヤだというと、10と11の真ん中ぐらいのタイヤです。乗り心地はね。で、どういったらいいのかな。まあその走り始めた時はね、ここ真ん中ぐらい使ってるんですけど、この時はね RS11 よりもコシのある乗り心地かなーって感じで、11よりも若干ヒラヒラ感は強いんですよ。だからといって RS10 みたいにね、ものすごい倒れようとはしないんですよ。けどね、バンク角をね、ここまで倒せますよって促してくれるんですよね。リードしてくれるんですよ。でもいや、そんなスピード出てないし、いやそんな倒さなくても大丈夫です的なライダーが思うとするじゃないですか。じゃあタイヤはタイヤで、じゃあその角度をキープしましょうかっていう形で、もう勝手に倒れようとはしないんですよ。でももうちょっと倒せるのになっていうのは促してはくれるんですよ。だからライダーからすればちょっとね、ポテンシャルをしっかり感じるタイヤではあります。まあ設置感がいいからそういうようなフィードバックが来るのかもしれないですけど、もっといけるんだろうなっていうのは走ってて分かるタイヤです。いざ峠入るとするじゃないですか、ワイディング。じゃあもうちょっと倒せますよ的なタイヤは促してくれるんで、その分じゃあ倒していこうかなって言って倒すとするじゃないですか、ちょっとずつ。ほんじゃあね、こっからタイヤのコンパウンド変わってるの分かります？ここは、ミディアムって言ったら普通のノーマルのRS11 との大して変わらんようなコンパウンドは使ってると思うんですけど、でもこっから色が変わってきてますよね。こっからもうソフトコンパウンドなんですよ。ここにこのバンク角が到達するとするじゃないですか。こう来て、ここからね、もう性格が変わるんです。今までスポーツタイヤだな、ヒラヒラするタイヤだなっていうような感じやったのが、ここに来るといきなりレーシングタイヤに化けますね。これね、最近ね、ブリヂストンこういう風なタイヤ最近使ってくるよなって僕は思うんですよ。T33 でもそうやったんですけど、初めはヒラヒラするタイヤなんですけど、アクセル開けたらね、直進安定性のすごいタイヤになるわけじゃないですか。普段はね、そんな直進安定性いらんわみたいなヒラヒラするタイヤなんですけど、いざロングツーリングです、高速道路ぶっ飛ばすってなったら、ものすごい直進安定性、もう倒れないような、それはそれでライダーが楽になる、そういう二面性のあるタイヤだったんですよね。で T33 の場合はアクセル開けた時に化けるタイヤけど、 RS12 の場合はバンクした時にフルバンクに近い状態だと化けるタイヤだったんですよね。めちゃくちゃ化けるんですよ。でここまで来るともうレーシングタイヤになります。びっくりするぐらいその接地感変わるんですよ。グリップ感が変わるって言ったらいいのかな。スーッとこうバイクがバンクしていって、ここのコンパウンドに到達した時にぐっとこの身構えるっていうのかな、路面食ってるのが分かるんですよ。この減水力とか全部弱めて走るんですよ、ストリートの時は。なので余計分かるのかもしれないですけど、前後のサスペンションがぐっと沈むのが分かるんですよね。それぐらいガチッと食うのが分かるんですよ。これはね、面白い。だから普段使わないようなバンク角に到
到達した時のこいつのグリップ感っていうかね、変身具合はすごい楽しいです。バンクしたら下分だけレーシングタイヤになる、すごい面白いですね。だから普段使わないようなところにこのソフトコンパウンドを配置してるっていうのもなかなか僕的には面白いですよね。エンジンで言ったら VTEC エンジンみたいな感じですよね。普段街中では高回転使わないじゃないですか。回したって6000回転でもそこから VTEC を発動して高回転カムになった瞬間のうわーみたいな、それがこいつにはバンク角であるんですよ。すげえ楽しいです。とりあえず空気圧はね、僕はフロント250キロパスカル、リアは290キロパスカルで走ったんですけどね、僕的にはそれでも全然問題ないと思うんですけど、サーキット自走で行くとするじゃないですか。そこまで行くには常温冷感時で290、250でセッティングして走りに行って、行ったら多分ちょっと温まってると思うんですよね。そこで着いた瞬間に温まっている状態、ランホット、高動でもちょっと上がってるんで、温まった状態でフロント250、リア290にして走ったら、またね、すごいタイヤからのフィードバックが増します。遊びに行く峠までは指定空気圧に行っていって、でそこで着いた瞬間に温まった分落とすんです。そしたらね、吸収性、グリップ感、接地感が増しますんで楽しいと思います。ちょっと試してください。僕の場合だったらそうですけど、皆さんの場合はそうとは限らないんでね、僕だったらストリートだと30キロパスカルずつ上がってたんですけど、元気のいい人はもっと上がると思うんですよ。なのでその分下げてあげて走ってみるのも面白いかもしれないですよね。またいろいろ空気圧だとかね、サスのセッティング変えてみて、鈴鹿サーキットとかツインサーキット遊びに行きたいと思いますので、またチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた。